こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日は愛用品紹介第2弾として私が長年使っている便利な調理器具をご紹介します。最初にご紹介するのは鳥部製作所の分解できるキッチンバサミキッチンスパッターです。新潟県三条市のメーカーということもあって切れ味抜群のこちらのキッチンスパッターはハサミというよりも調理器具として活躍してくれる一品です。実際に野菜を切ってみるとこんな感じですよ。少しだけ薬味を切りたい時などはわざわざ包丁とまな板を出さなくてもいいですし、春雨みたいに硬いものを切ることもできます。鶏肉などの滑りやすい食材を切るのもとっても簡単ですよ。またワンタッチで簡単に分解取り付けをすることができます。オールステンレスで錆びたりすることもないので食品に直接使用しても安全に使うことができます。また分解した状態で洗えますし、食洗機などにも対応しているのでいつでも清潔に保つことができます。こちらのスパッターを何年前に買ったのか残念ながらもう覚えていないのですが、かれこれ10年以上は愛用していると思います。あまりにも便利なので2つ持っていますが、切れ味は全く変わらず切りにくくなったなと感じたこともありません。少しだけお値段は高いのですが、切れ味の良さや丈夫さ、使いやすさなどはお値段以上の価値があると思います。続いてはこちら、スイス製のピールアピールのベジタブルピーラーです。ご覧の通りとっても小さくて持ち手がないのが特徴です。このようにつまんで持つのですが、持ち手がない分より手に近い感覚で皮が剥けるので、こちらも長く愛用しています。実際に皮を剥くとこんな感じです。切れ味がいいので力を入れずにスムーズに剥くことができます。こちらのきゅうりが少し透き通って見えるのがわかるでしょうか。普通のピーラーに比べるとかなり薄く剥くことができるのもこのピーラーの特徴かと思います。慣れればとっても使いやすいこちらのピーラーですが、唯一の難点はなくしやすいことだと思います。とっても小さいので野菜の皮などに紛れ込んでしまうのか、私もうっかりなくしてしまったことが何回かあります。何年使っていても切れ味が落ちたと感じることはないので、なくしてしまうととってももったいないですよね。買われる方はぜひそこだけ気をつけてみてくださいね。続いてはこちら、マイクロブレイン社のゼスターグレーターです。ゼスターグレーターは食材を細かくすりおろしたい時に使う調理器具で、小さな刃がたくさんついています。パルミジャーノなどの硬いチーズをすりおろすのはもちろん、生姜など繊維質が多いものや柚子の皮などもしっかりとすりおろすことができます。ちなみにナツメグのホールのような硬いスパイスもすりおろすことができますよ。こんな感じできめ細かくサラサラにおろすことができます。こちらももういつ買ったのかわからないほど長く使っているのですが、切れ味抜群でまだまだ使えそうですね。今回ネットで調べたところ、現在の商品はデザインが多少変わっているようです。ブログにもリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてくださいね。続いてご紹介するのがこちら、グローバルイストの万能包丁とペティナイフです。実はこちらはまだ買って8ヶ月ほどしか経っていないのですが、とにかく切れ味が抜群でお手入れもとっても簡単で本当に気に入っています。なのでちょっと例外ですが今後も長く愛用できそうなので、ここで紹介させていただこうと思います。包丁が気に入ったので最近は専用シャープナーも購入しました。
実はイストを購入する前まで使っていた包丁にも特に不満はなかったのですが、イストを使ってみると他の包丁では味わったことのないような切れ味で感動しました。生姜などの強い繊維質や果物の種などもストレスなく切ることができます。また狙ったところにもしっかりと刃が入るので、野菜を薄く切ることも簡単です。切れ味が素晴らしいのはもちろんですが、オールステンレスなところも気に入っています。持ち手が木だと汚れやすさやカビなどを気を使いますが、オールステンレス一体型の包丁なので、そういった心配もありません。本当におすすめの包丁ですので、購入を検討されている方はぜひこちらの動画もご覧ください。実店舗で購入する様子とグローバルとグローバルイストシリーズの比較をまとめてあります。続いてはこちらもやはり最近購入したデロンギの電気ケトルです。最近買ったものなのでやはり例外的にはなりますが、電気ケトルはとても便利なのでご紹介しようと思います。前回の愛用品紹介でも北欧のケトルをご紹介しましたが、私はケトルが大好きで、一時期は6個から7個のケトルややかんを持っていました。ですが一人暮らしになり、大量のお湯を沸かす必要がなくなったのと、ガス料金の見直しをした結果、電気ケトルを購入することにしました。私は電気ケトルにはあまり興味がなかったので、このデロンギのケトルはデザインが気に入ったので購入しました。特別な機能はないのですが、お湯を沸かしても本体が熱くなりにくいですし、蓋もワンタッチで開けることができます。注ぐ時にも水が垂れにくいのでとっても気に入っています。一度使ってみるとガスで沸かすよりも断然早くお湯が沸きますし、今ではお湯を沸かす時は必ず電気ケトルを使うようになりました。1日に何度もお湯を沸かす方には特におすすめしますよ。続いてはこちら、京都の辻和金網さんの足つき焼き網と焼き網受けです。この焼き網は足をこのように開いてガスコンロの上に乗せて使います。こちらの焼き網受けはコンロの五徳の上に直接置きます。そうすることでコンロの火が柔らかく広がって網の上のものが焦げずによく焼けますし、コンロが汚れることを防ぐことができます。実際に使うとこんな感じです。私はパンを焼くときに一番よく使います。火をつけると焼き網受けに当たった火が柔らかく広がるのがわかります。この柔らかくなった直火でパンを焼くと、外はとっても香ばしく、中はもっちりとしてすごく美味しくなりますよ。パンの他にもお餅や焼きおにぎり、お野菜なども焼けます。汁気の多いものはガスコンロにまで水分が垂れる可能性があるので、そういったものは避けた方が良いかなと思います。またこのように焼き上がったお菓子やケーキを冷ますために使うこともできます。しっかりと高さがあって足を折りたたむことができるので、収納しやすいのも魅力の一つですね。辻和金網さんは京都で80年以上続く手作りの金網細工のお店です。こうした網の一つ一つが職人さんが手作りしたもので、温かみがありつつとても頑丈な作りとなっています。ほころびが出た場合はお直しもお願いできるそうですが、網が黒くなるほど長く使っていてもどこかに不具合が出たことは一度もありませんよ。こちらも同じく辻和金網さんの丸網です。これは3つとも足の高さが3センチですが、足の高さが5センチのものもあります。
この丸編みもいろいろな使い方があるのですが、私はよく鍋に入れて蒸し器の代わりとして使っています。他にも揚げたての揚げ物を乗せたり、鍋敷きの代わりにしたり、ひっくり返して落とし蓋として使うこともできますよ。これらの編みは耐水性、耐熱性に優れた高級ステンレス鋼で作られているので、使用後はたわしでゴシゴシ洗っても全然大丈夫です。辻若直美さんの商品は一度使ってしまうと他の製品には手が伸びなくなるような美しさと使いやすさがあります。ぜひ皆さんも使ってみてくださいね。最後にご紹介するのはアメリカのメーカーオスター社のオスタライザーというブレンダーです。オスタライザーは1946年に発売されたブレンダーで、日本ではあまり知られていませんが、アメリカではとてもポピュラーな商品です。このブレンダーのいいところはとても頑丈なところなんですが、万が一破損してしまってもガラスジャーや回転ブレードなど個別に買うことができるので、その点もとても便利だと思います。でもかれこれ10年ほどは使っていますが、今のところ蓋の中心のプラスチックに少しだけひびが入っただけで、あとは壊れることもなく使えています。このオスタライザーは頑丈なだけでなく、とってもパワフルなところも魅力の一つです。日本製のブレンダーやミキサーはワット数が200ワットくらいのものが多いのですが、このオスタライザーは600ワットということで、刃の回転数も多く、大きな氷も滑らかに砕くことができます。パワーがある分音は大きめですが、日本の製品が静音性を追求してパワーを落としていることを考えると、購入する際に私は日本のメーカーのものは選択肢から外しました。1週間に数回、数十秒しか使わないものに静音性を求めないからです。では試しにメロンと氷だけでメロンスムージーを作ってみましょう。この分厚いガラスジャーは氷などで傷がつかないのはもちろんですが、耐熱ガラスになっているので熱いものを入れても問題なく使うことができます。はい、こんな感じで滑らかになりました。パワフルで頑丈なブレンダーをお探しの方にはとってもおすすめします。ということで、愛用品紹介第2弾でした。詳しい商品情報と商品リンクはブログにまとめてありますので、ぜひそちらもご覧ください。ブログへは概要欄のリンクから飛ぶことができます。今回の動画が調理器具選びにお困りの方の何かお役に立てれば幸いです。それでは次回の動画もまた見てね。